はい、今日はいなり寿司を作っていきたいと思います。クッキングノートに書かれているいなり寿司はいろいろ具が入ってるんですが、簡単いなり寿司ということでいつも作ってるいなり寿司を今日は作りたいと思います。具材がいろいろ手に入らないものもありますので、そこをアレンジして、パラグアイで簡単に作れるいなり寿司をご紹介いたします。まずはご飯のスイッチを入れます。炊きたてご飯で酢飯を作りますので、今スイッチを入れました。でまず油揚げですが、これは薄揚げを使いますけども、豆腐を揚げて薄揚げを作ろうと思うと素人ではなかなか難しいです。というのは元々の豆腐の素材が違うのと温度が難しいんですね。でこれはパラグアイではさくらという日本食品店で売っている薄揚げを使っています。これを半分に切ります。冷凍しておくと揚げも持ちますので、普段は冷凍して保存して使いたい時に出してます。半分に切ります。揃えて半分に切ります。で油抜きをします。お湯に入れていきます。別に沸騰しなくて構いません。油を抜くだけですから、ある程度温度が上がってきたら入れてください。薄揚げを買うときに注意したいのは、失敗作の薄揚げはここが開かないんですね。こういうふうに開かないのを買ってくると、それはもう薄揚げとしてきつねそばとかきつねうどんに入れたりきつね丼にしたりするのにしか使えません。いなり寿司にするためにはここはちゃんと開くのを使ってください。はい、それでは油揚げをお湯から出したいと思います。はい、よく水を切ってお揚げさんに味付けをしていきますので、フライパンにだし汁1カップ半、砂糖 60g、 醤油 70g 入れて火をつけます。だし汁を作る説明は日本料理の基礎の動画で説明していますけど、もしなければ水1カップ半に 5g 本だしを入れると同じような味が作れます。お揚げさんはよく絞っといてください。で火は弱火で絞ったお揚げさんをここに入れていきます。あまり火を通すと硬くなってしまいますので、ある程度味が染みたら OK です。十分でしょう。これで OK です。火を止めます。それでは酢飯を調合していきます。塩 15g、 砂糖 50g、 お酢を 100cc、 よく混ぜます。はい、ご飯が炊けました。はい、炊きたてご飯を入れます。熱いうちに酢飯を出していきます。今日の塩の量は 15g ですけども、この分量でいくと 25g 入れる人もいます。砂糖の半分ですね。私は甘い方が好きなので 15g です。ごまを入れていきます。切るように混ぜてくださいね。大抵パラグアイで売っているごまはいってませんので、フライパンで空炒りしてから使ってください。生のままではダメです。
これ白ごまですけども、いったので金ごまみたいな色になってます。はい、それでは水を準備して手がくっつかない時々湿らせながらご飯を握っていきます。1個分の大きさずつ握っておくと後で詰めやすいです。そのまま直接詰めてもいいんですけども、こうやって握っておくと便利です。握ったのをこの中に詰めていきます。いなり寿司の完成です。クッキングノートのレシピだと、パラグアイではごぼうは季節によって日系農家から手に入るものの、かんぴょうや麻の実など入手の難しいものもあるので、今回は普段我が家で作っている簡単いなり寿司を紹介しました。いなり寿司は子供はみんな大好きな日本の食べ物ではないでしょうか。私もお寿司屋さん行っても他の上等なお寿司より好きで必ず選んでいました。もしあなたの住んでいる場所で薄揚げが手に入らない場合でも、豆腐が手に入るなら薄く切って油で揚げ、開いて包めなくても同じ味付けで酢飯の上に乗っけて一緒に食べても美味しいかと思います。ぜひ挑戦してみてください。Nos vemos. Chao chao.